こんにちは、グリプトです。本日も仮想通貨、ブロックチェーン界隈のグッドファンダーからバッドファンダー、チャートなどをまとめてみていきたいと思います。まず ETF 関連から見ていきますと、昨日の米国の ETF のフローは、現時点では全体でマイナス0.9億ドルの流出となっています。フィデリティ、アークからの流出が目立ちますね。週間でも現時点ではマイナス 3.3 億ドルほどの流出となっています。一方、イーサも現時点ではマイナス0.15億ドルの流出となっています。香港はビットコイン、イーサともにゼロとなってますね。ビットコインの価格は現在6万600ドルあたりを推移しております。昨日発表された注目指標の方では、米新規失業保険申請係数、米 PMI、9月の確保値、米 ISM 非製造業景気指数がありまして、雇用の大きな改善も見られず、PMI もすべて予想以下となってるんですけども、一番重要視されてた ISM 非製造業景気指数が事前予想を大きく上回ってまして、米ドル高、米金利上昇要因となっています。で、これらの発表以降ですね、米10年債利回りは続伸してまして、米株各指数は調整気味となっています。ビットコインは昨日比較的弱かった分ですね、帳尻合わせるかのように少し戻した展開となっています。米国債金利は 3.840 を推移しておりまして、ナスダックが 19,793、S&P500 が 5,701、ダウ平均が 42,011、金ゴールドが2657ドル、日経平均が38,524円、ドル円が 146.57 円となっています。ビットコインの先物の方では、OI は全体でプラス 0.10%、額としては321億ドル相当、比率としては全体ではショートが 50.9%、バイナスミはロングが 61.7% と下寄りになっています。今後の指標としては、本日10月4日に米雇用統計、10月7日に日本の景気動向指数、ユーロの小売売上高、10月8日に日米の貿易収支などが控えております。他アナリストの見解ではですね、中東情勢の悪化からのリスクオフで金やビットコインに資金が集中する可能性があるとか、6万ドル割れが濃厚だけども買いのチャンスであるというですね、JP モルガン、スタンダードチャータード銀行の見解が注目されています。あとはビットコインのドミナンスが 58.2% と、未だ高水準を保ってまして、2021年以来の 60% に近づいているのも注目されています。で、2021年以降はアルトバブルとなってますけども、果たしてここからどうなるんでしょうかね。で、そして指標では本日ついに米雇用統計となっています。直近7月、8月は予想を下回る結果から、市場にも大きく影響しまして、今回も注目度が高くなってますね。で、先日発表された先行指標の ADP 雇用者数も予想を上回る結果となりまして、今回の雇用統計も事前予想では 14.8 万人と、前回を若干上回る予想となっています。予想以上の結果であれば、市場も上向きになりますけども、下回った場合は、また市場も下落する可能性がありますね。チャートだけ見たら、先日の中東情勢悪化から、リスクオフで6万ドルの攻防となってまして、本日の雇用統計次第で、ここを割るか反発するかが決まると思います。ここを割った場合、5万6000コースも見えてきますし、反発した場合は6万5000あたりまで余裕があるように見えます。米雇用統計は本日日本時間9時半予定となってますので、その時間帯にどちらに動くのか注目ですね。あとはイーサーですね。イーサーの価格は現在2340ドル、BTC 建ては 0.0387 と、先物の方では OI は全体でマイナス 1.2%、額としては112億ドル相当、比率としては全体ではロングショートともに 50%、バイナスミはロングが 74.6% と、全体では拮抗しています。単独での強さもなくですね、市場全体の動きに沿って動いてますね。BTC 建ても 0.04 割ってから9月半ばの底あたり 0.038 の攻防となっています。こちらも本日の米雇用統計次第だと思いますけども、チャートだけ見たら、ここで反発して再度2600の攻防に戻れるかどうか、下はここを割るとなると2100コースも視野に入ってきますね。こちらも本日9時半以降ですね、どのように動くのか注目ですね。あとここからその他の動向になります。サトシ・ナカモトの正体を追うドキュメンタリーがアメリカの HBO から放送されるのが話題になっています。YouTube には予告動画が公開されてますね。以前から言われてたレン・サッサマンがサトシ・ナカモトなんじゃないかと言われてますけども、このサトシ・ナカモトの正体を追うことって仮想通貨民には重要あるんですかね。私個人的には謎のままの方が、幻想も残りつつ、事故も防げると、規制からも逃れられるんで、いい気がするんですけども、
10月9日放送予定となってますが、放送後の世間の反応にも注目ですね。あと国ごとの動きでは IMF がエルサルバドルに対してビットコインの規制強化を要請したこと、台湾が仮想通貨事業者に対して AML 登録の義務を課したことが話題になっています。で、IMF は以前から、ビットコインを法定通貨にすることを嫌ってるんで、通常運転なんですけども、この台湾の AML 登録義務に関しては、違反した場合懲役2年、罰金15万ドルが課せられることもあるということで、規制がさらに厳しくなっていると見られてますね。あとは PayPal の PYUSD が初めて実務決済に使われたことや、SWIFT が銀行間のデジタル資産取引のテストを開始すると発表したことが話題になっています。PYUSD は米国の会計事務所の支払いに使われてまして、SWIFT は来年から世界11,500以上の金融機関でデジタル資産取引のテストを開始すると発表してまして注目が集まっています。SWIFT はチェーンリンクとの提携が話題になってましたけども、リンクは今のところ単独で強くはなってないですね。こちらの今後の進捗にも注目です。あとは取引所の取引量のシェアが変化しているのも注目されています。以前まではバイナンスのほぼ独壇場だったんですけども、最近ではクリプト .com が勢力を広げてまして、バイナンスが 37.5% に対してクリプト .com は 15.9% と、かなり広がっています。続いてバイビットが3位になってますね。最近の米国の規制でユーザーがバイナンスから他に移ったと見られています。BNB は未だ取引所トークンの中では時価総額トップとなってますけども、今後首位交代となるのか注目ですね。あと NFT 方面ではクリプトパンクが24,000イーサ約5,600万ドルで購入されたのが話題になっています。つい先日29イーサ程度で落札されてますけども、今回は24,000イーサとなってまして、一部からは NFT バブルが再来するんじゃないかと言われてます。未だにマネロン疑惑があるクリプトパンクですけども、ここから NFT 界隈に火がつくのか注目ですね。あとここからはアルト関連になります。グレースケールが ARB の投資信託、グレースケール ARB トラストの立ち上げを発表しています。グレースケールはこれまでも XRP や各アルトの信託を立ち上げてますけども、これも ETF への布石となるんでしょうかね。先日 DeFi 界隈がハリス氏との会合を要請した件も取り上げましたけども、ARB 単体では先日 ARB V3 が TVL100 億ドル突破したのも話題になりましたね。ARB の価格現在143ドル、BTC 建てはプラス 2.7%、時価総額は43位ですね。DeFi 界隈の盛り上がりはこの ARB が指標になりつつあるんで、今後の展開に注目したいですね。あとその他の動きでは、バイナンスラブスが税金請求の L2、ソフォンに出資したのが注目されています。金額は非公開とされてますね。ソフォンは ZK シンクのエラスティックチェーンと言われてまして、これまでの資金調達額は7000万ドル、SNS や販売など消費者中心の Web3 アプリ、エコシステムの構築を目指しているとされています。もうすでにトークン発行も予定しているとのことですけども、こちらの今後にも注目ですね。今日はこのところですが、何かありましたらコメントいただけるとありがたいです。よければチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。